ではポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は初の著書謎のおかっぱ集団気づいたら世界で踊ってた茜とアバンギャルディの物語が発売中。振付家の茜さんです。はい、茜です。よろしくお願いします。大竹さん休みなんですけど、会ってほしかったの。ちょっとお会いしたかったですけれども、残念でした。もう私実は、もう茜ちゃんたちのアバンギャルディの前のバブリーダンスからも大好きで、初めてやったのもそれぐらいで、で舞台にも出していただいたりして、そうなんですか。ダンス公演にね、春内さんの振り付けも私やったことあるんですよ。そうですか。曲の振り付け、マボルセワールドもやっていただいたし、なんといってもThis is I、ネットフリックスの私の半生を描いたネットフリックスの This is I の映画のダンスシーンは全部茜ちゃんが振り付け担当させていただきました。それ以来なんですよ、会うのも。だから愛さんとはプライベートでもちょっと本当お世話になってるんで、だからこの This is I の振り付けをできるってなって本当にめちゃくちゃ嬉しくて。嬉しい。だから愛さんにいろいろお話聞きながら、それをこうインプットしてアウトプットしてっていう感じで、途中で電話があって、その映画の中でね、知らんけどがめっちゃ出てくるから、あんまりちょっとそう関西人あんまりそんな知らんけど使えへんけどあれどうとかいうなんかね、そういうね、なんか映画全編も気にしてくれたりしながら、でも私の半生ねこうやってやってくれたんですけど、今度はでも自分の半生で私ね、この本読んだ時に、茜ちゃんの知らなかったなんか幼少期の話をちょっとびっくりして、こう世界に本当に行ってるんですよ。今どんな活動でしたっけ？もうアバンギャルディはおかっぱのね制服着たセーラー服制服ですね。ちょっとこう昭和風と言いますか、今最近ではなかなか見ない制服の形ではあるんかなと思うんですけど、こう袖の部分が白くブラウスでちょっとなんていうんですかね、制服の形。みんな多分見たらわかると思う。そのおかっぱ、同じおかっぱの女の子たちがカモメバ飛んだとかね、いろんな曲踊ってるんですよ。そうなんですよ。カモメがでしたね。カモメが飛んだ。コロッケさんの顔真似して、シンデレラハネムーンやったりとか。アメリカズゴットタレントにも挑戦して、それが3年前とかなのかな。挑戦して、で、それをきっかけに、海外でのオファーとかもあったりして、今年はアジアツアーっていうので、いろいろ海外。どこ行ったんですか？シンガポールとタイと、香港と回って受けました。受けましたよ。っていうかね、ちょっとね私思うんですけどね、日本のがね温度ちょっともうちょっとすごい盛り上がってるんですよ。世界中は本当に私もタイ行くので、タイに行ったらデパートとかに、もうアバンギャルディやんっていう、格好その制服おかっぱの女の子のなんかこのなんてイラストみたいなのが結構いろんなところどころにあったり、なんかその似てるようなのをもうコピーとかなんかね出来上がってたりとか、もう香港にしてはもうグッズとかも普通でもうポップアップで普通にラブブみたいにねもう流行ってるんですよね。お店でポップアップしたりとかありますね。だから日本もっともちろん日本でも人気やけど、日本もっと本当この世界に出た人をね、大切にもっとして盛り上げてほしいと思っちゃうぐらい大人気なんですよ。太田さんこの熱伝わってます？伝わってます。ありがたいです。いやでもこの本を読んで、愛ちゃんはほとんど本読まないのにさすがですね。私ね本はね本当なかなか難しい。もう 2,3 ページでもうまぶたが閉じてくるんですよ。でもこれ書いたのあかりちゃん。素晴らしい文章ですよね。いやめっちゃ時間かかりましたこれだから。いやすごい。写真も写ってますね。ちっちゃい時のあかねちゃん。3歳からダンスをやってるので、3歳からどういうきっかけ、ここに書いてるけど。だから地元が大阪の岸和田なんですけど、越野三姉妹のね。岸和田4姉妹でしたっけ？3です。3姉妹。もうお母さんが4姉妹目みたいな感じだから。そうですね。その岸和田の方ではなんかこうジャズダンスのスタジオ結構多くって、でなんか母親が自分が子供の時だから生まれた瞬間からも踊ってたぐらいの
なんかそのぐらいこもうそうなんやうなんか音楽に合わせてなんか動いたりするのがやっぱ好きやったみたいで、で3歳になってダンススタジオになんか入れたみたいな。なんか胎教で聴かせてたのがマイケル・ジャクソンなんですってお母さんが。そうなんですよ。だからちょっとファンキーなディスコバブルの時にディスコで踊ってたようなお母さん。そうです。お母さんもまさにもうディスコ行ってましたね。しかもマイケルの映画が来た時に、そのレッドカーペットで、あかねちゃん出てたら、私これ読んだ時に、そこもなんかこう、そうなんですよ。繋がってて感動しちゃったんですけどね。大好きなマイケルのね、まあお仕事をいただけたからよかったんですけど。でもなんかラジオも結構深い関わりがあるって書いてて、ね。ラジオ、そうです。大阪の方で番組、何年やってたか6年ぐらい。あかねちゃんもやってるんですけど。ラジオ番組をパーソナリティやってらっしゃるんですか？はい。やってたんで。終わったんですけど。そうなんや。でも子供の時からね、お父さんがやっぱりサザン好きで。そうですね。で、ラジオで流れてくる、大阪の DJ でマーキーさんっているんですよ。その人の選曲がすごくいいっていうので。だから子供の時から80年代とかの音楽、洋楽も邦楽も聴いてて、そこでマーキーさんが流してた選曲がまさにそういう80年代の曲だったんで、身についてたのかな、それが体に好きでしたねっていうのは。いや、なんかそういうね、知らなかった幼少期、それでダンスをするっていうまでのきっかけがまた面白くてね。ダンスする？そう。それまで何していいかわからんくて結構、何しようみたいな友達で。そうですね。そう、だから中学校ぐらいの時に、なんかもう特になんかやりたいこともなかったし、だからコンビニ行ってなんかアイス食べてみたいな、そんな感じの日常、中学生の時、はい、中学1年生の時過ごしてたんですけど、友達がダンスやりたいってなんか言い出して、じゃあ友達の家でちょっとやってみようかみたいな感じでなんかダンスを教えてあげてみたいな。ダンス教えて、その時はもう自分は結構いい暮らししてたから。そうですね。まあ3歳からダンスやってるんで、まあ自分のスタジオで教えてもらったようなことを友達とかに教えてみたいなことで、そっからなんか聞いたら中学校にダンス同好会みたいなのが存在してるっていうので、そこじゃあ入ってみるかみたいなんで、今までね、ダンス部みたいな活動はそこからですね、友達がやりたいって言ったきっかけで。教えたのが最初ね。はい、そうですね。で、それで、富岡高校の、はい。バブリーダンス、皆さんご存知の、ダンシングヒーローの曲に合わせて、バブルの格好した、もう大バズりして、そうですね。ちょっとびっくりしたんですけど、ちょっと作る、あれ、教えて、ほら、動画の話。そう、だから、まあ、大会で、そういう作品を毎年披露してるんですけど、まあ、大会の結果が、まあ、その結果、準優勝という結果に終わってしまって。バブリーダンス。そうなんですよ。その前は何回か優勝してるんですよね。そうですね。大会3連覇がかかった大会だったので、まあ、それで優勝を目指してたんですけど、まあ、2位になってしまったので、悔しいなって思って。でもこれ、私がなんか思い描いてるのは、もっとこのダンスの作品、このバブリーダンスの作品は、もっとなんか面白くて、もっとみんなに伝えたいって思いがあって、その悔しさから、もうすぐ動画作ろうってなって、で、梅田ピカデリーさんお借りして、映画館です、元映画館で。そうですね。で、クラブみたいななってると、ディスコみたいなところをお借りして、で、そこでもう2時間で撮影して、私がカメラを回して、すごいんですよ。私のマーブルスワールド撮ってもらったのもそうですけど、その映像を見てたら、クレーン引いてるとか、すごい大々的な、撮影かなと思ったら、あかねちゃんが携帯持って、で、椅子車についてるね、動く椅子みたいなのに座ってそれ引っ張ってもらったりとかして、手作りですね。いろんなシーン撮って編集も全部やるんです。すごいですね。本当私のやつも撮影も編集も全部やってくれたんですよ。マモロスワールドの曲。いや、すごいの。子供の時からパソコンとかそういうのが好きだったんで、それでまあ結構編集とかも得意だったので、バブリーダンスも自分でカメラ撮影するのと編集とって全部やりました。だからここなんですよね。振付師が見せたいとこと、フォーメーションとかが全部自分で撮って自分で編集するから、なんか人に伝わる思いがその動画の一コマでも、
強烈にこっちに来るというか、見てる人に来るっていうのは、多分全部やってるあかねちゃんやからかなと思ったんですよ。で、後にそれが本当にバズった時に私ね、それ見てた時に、たまたま野音のナオンっていう、バンド、女性の庄屋さんのやつ出していただいた時に、荻野目洋子さんと一緒だって、で、そのチームラインがあったんですよ、みんな。そこに、この動画面白いから見てって言って貼り付けて、でみんななんかすごいこれ何ってなってたの。でもそれと同時にあれやでどんどんテレビ出ていき、あれよあれよというあれよだこれ昭和じゃないですよね。昭和じゃないですね。あれよでどんどん出ていき、ほんで後に荻野目洋子さんと一緒に公演もし、紅白歌合戦では郷ひろみさんの後ろで、踊りでもすごいですね。すごかったでしょ、この自分たちのこの勢いというのは。だからその当時なんかはもう全然実感がないっていうか、なんかとにかくなんか何がすごいのかがもう分かんないぐらい目まぐるしくて、でもそれと荻野目洋子さんに実際自分たちが作った動画が伝わったっていうのはもう愛さんのおかげってことだよね。だからもうそう言うよね。いやっていうか本当見てほしくて、私いろんな人に送ったの、これすごいなと思って。ほんでね、バブル知らない人たちなんですよ、踊ってるのは。そうですね。高校生ですもんね。で、衣装もね、もう髪の毛前髪立ててミストで立てても懐かしいんですが、あれ、ちょっと話を。あれは衣装と全部髪型。だから髪型も衣装も、だからその当時の80年代のファッションとかもめっちゃ好きだったので、ただ別にダンスには全く合わないっていうか、タイトスカートで踊るなんて、ハイヒールで。踊りにくいから、全然踊りには適してないファッションなんですけど、あれでどうにかやりたいっていう思いがあって、だから練習、もうとにかく古着屋さんで、ああいうスーツとかボディコンとか。お母さんのね。そう、お母さんとかおばあちゃんに寄付していただいて、バブルの世代が。で、その衣装を、全部アレンジして一つずつ私がコーディネートして、キラキラつけてみんな、家族でみんなで手も作って、すごい。あかねちゃんのね、マネージャーさんももう同級生で、で、お母さんもね、一緒に衣装塗ったりとか、もう手作りの皆さんで。みんなに協力していただいて、で、練習も、形、ウィッグとかつけたり、スーツの。ソバージュね。ソバージュね。バブルの。そう、あれを暑い中、格好しながら練習したっていうので。いやー、だからもうその熱が面白かったし、私たちはバブルのちょっと後やけども、なんか、こんなとこやったとかね、見た人も多分幅広い皆さんに。あれは伝わったんやと思うな。お母さん世代の人たちは、私は若い時こんなん着てやってたんよ、踊ってたんよって言って懐かしんでくれるし、逆にその若い世代の子たちは、お母さんこんな格好してたんっていうのとか。ボディコンで。そう、なんかそれでやっぱなんかその世代を超えて、なんか共通のなんか話題として、バブリーダンスを通じて、なんかみんなで話せたっていうのを聞いて。ネックレスもね、金のね、大きいやつ当時つけてるんですよ。あれ本当踊ったらパンと額に当たって危ない。跳ね返って。本当プロレス団のチェーンつけてる人いるじゃないですか。あればりなんですけど。動かないように全部糸でつけて動かないんです、ネックレスが。もう細かい。そこだけは確かにリアルじゃなかったですね。いやでもそれもそれまでちゃんとつけてやってるのが面白かったし、ほんで私はもう大好きな上沼恵美子さんのねコンサート行ってる時に、もう上沼さんの間にI love you, love you, love you ってダンシングヒーローが流れた。嘘でしょと思ったんですよ。ほんだら皆さん出てきて、富岡高校バブリーダンス部が出てきて、間で始まって、上沼さんのコンサートで見れたんやと思って、終わってから楽屋お邪魔した時に、会いに行きたいってお願いして、そこが初めての出会いだったんですよ。そうなんですか。その時に派手な2人が来たんですよ。それが愛さんと DJ コウさん。DJ コウさんも一緒に行こうってなって盛り上がったんですよ。行こう行こうって言って。客席もうめちゃくちゃ目立ってて。いやー、だけどでもね、あの時にね、おばちゃんのお客様も多いじゃないですか、上沼さんのお客様で。もうみんなが喜んでるぐらい、すごいみんなが言葉もなく、楽しめるエンターテインメントを作ってる。
すごいなと思って、ほんはいでご一緒で舞台させてくださいってお願いして、愛ちゃんの方からお願いして、で舞台に一緒に出て、うんバブリーダンスやらせてもらったんですよ。そうなんですか。そうですよ。もうすごいカウントがね、もう難しいもんね、早いんですよ振りも。で、みんなで10代の子とかいるからダンサーで、ねこれすごい詰め込んでるからこんなんなんて言ったら、いやもうみんなヒーヒー頑張ってますみたいな、10代の子もヒーヒー言ってるんですけど、本番私始まったんですね。で後でこの VTR 見たら、みんながしゃがむとこ一人だけ立ってて、みんなが立ってるとこ一人だけしゃがんでるみたいなぐらい、でも踊りがずれてるのよあれ。ね他にちゃんと合ってる時の VTR ないですかね。なんかでもあれわざとじゃないんですよ。じゃあ一人だけ立ってて、やばいみんなだってこう愛さん目立とうとしてんのかなと思ったら違うの、もう必死のパッチ、関西弁の。でもその時にね、はいもっともっと大きくなりたいってご飯食べに行った時に、はいでなんかまあ東京2020の時にね、はい私開会式出させていただいたパラリンピックの、あれもねやりたかったですみたいな話で、もうどないかしてなんかやりたい、ほんで万博があって、万博やりたいんですっていうのを口に出してたら、はいまあバンギャルディオープニング出てきて開会式で、なんかどんどんこう夢がなんか口に出して実現してるなと思って、どうでした？いや、だから本当万博は誘致の段階からもうすごい自分も関わりたいっていうのをアピールしてたんですけど。それアピールして伝わったってこと？いやでもね、いざどうやったらなんか関われるかなんて本当わかんなくって、言ってはいたけど、どうしたらいいんやろうってもう本当なんかどうしようもなかったんですけど、まあでも本当いろんな人のつながりで言ってたからね。あかねちゃんなんか万博やりたいって言ってたよねみたいな話から開会式の振り付けしませんかっていうお話いただいて、いや面白かったよだね。からもう本当なんかまあ確かにね自分でこうアピールというかまあ口に出してこういうことしたいって言ってたからやっぱいろんな人とのつながりで実現できてるなっていうのは思います。この本にもね、はい口にするって夢は口にするって、はい、そうすると叶うっていう叶うって本当それをやってる人だし、私ねほんでこの本の中でってちょっとびっくりしたのが、うまいダンスもちろんうまくてかっこいいダンスで素晴らしいっていうのも素晴らしいけど、会場を沸かせたもんが勝つみたいな、受けたもん勝ち受けたもん勝ちって書いてましたよね、あれいやまさにそうやなと思って、それ全部ずっとやってますよね、全部の振りにね。なんかやっぱ大会で優勝とかする結果出すとかいうのももちろん目標としてあるんですけど、なんか分かへんかった時客席がこうわーって拍手でわーって分かへんかった時が一番悔しかったんですよ。なんか結果出されへんことよりもなんかなんか違う言い方どう合ってるんか分かんないですけど、滑ったみたいな。こうなんかシーンじゃないけど、なんかもう大盛り上がりせんかった。もちろん感動してると思うけど、なんか大盛り上がりがなかった時にめっちゃ悔しいと思って、いやなんかやっぱもっとお客さんを楽しませたいっていう、なんかそっちが一番なんかやっててやりがい感じるなって自分が思っちゃって、優勝することももちろん大事なんだけど、その前に今目の前にいるお客さんたちをやっぱこうみんなに楽しんでもらいたいっていう、なんかそういう思いでやってて、だからいやほんまそれそうがですね、一番どの曲もなんか伝わるなと思ったし、なんかハッとさせられますよね。うまくやらないといけないってなんか思いがちじゃない、何でも。そうですね。でもそこで笑ってもらうとか楽しんでもらうって沸かせるっていうことって本当大切やなってこの本を読んでね気づきこと多かったですけどね。ダンスって見に行ったことあります？いやないですね。そうですよね、なかなかないですよね、ダンス、しかもアバンギャルディなんかもダンス歌わないんで、ダンスだけで見せるライブっていうのをやってるんですよ。あ、そうですか。でもそれがまたね、小ネタが多くて、こっちの人はなんか面白いことやってて、こっちでって結構ね、初めてのダンスの人ももう楽しめる演出をするのがあかねちゃんだなと思って。あとはやっぱりなんかそれこそ愛さんとかがやってるライブとかもそうだし、なんかいろんなそのエンタメを見て勉強して
そうアバンギャルディのライブでもそう反映してると言いますか、だからコロッケさんとか、モノマネとかもやられてるのも見に行って、でアバンギャルディもこうリップシンクでモノマネとかしたりするんですよ、ライブ中にね、はい、なんかそういうので顔も教えてもらってたよね、コロッケさんの顔もね、表情とかも師匠に教えていただいたものを、師匠だもんね、はい、アバンギャルディの師匠もコロッケさんだね、はい、なんでいろいろ学んだことをこう思いっきりライブにぶつけて、お客さんも一緒に楽しめるライブっていうのをこう作ってます、はい、海外の反応全然違う、盛り上がり方どうです？いやでもなんか日本のライブと海外のライブっていうこう作り方ちょっと違うんですけど、そうなんだ、はい、なんでそれはどういう、結構やっぱ海外の場合はもうノンバーバルというか、もうセリフとかその言葉でこう面白くするというよりはもうダンスのなんか盛り上げというか、もうとにかくノンストップで踊り続けるみたいな。でも日本の曲もやるでしょ？日本の曲もやるんですけど、まあでもなんか現地のその海外のやるんだ、それも楽曲でももちろんやりますし、だからメドレーにしていろんな、みんなが知ってる曲、なんか海外の曲ももちろんやりますね。で日本の場合だとやっぱりそういうこうちょっと面白い顔芸だったりとか、なんかもうちょっとモノマネって言ったらもうおこがましいんですけど、まあそういうエンタメも通用するかその通じるから、なんかそこでもうお客さんと一体になって楽しんで一緒に踊ってっていうのをやってますね。なんかご飯ね、前一緒に食べた時ね、はい、アバンギャルディの女の子も一緒にご飯食べた時に、はい、ありましたね。もうすごく喋りがもう苦手でもうどうしたらいいんやろみたいな話してて、もううちは MC もやるんですけど、はい、メンバーの園と一回ご飯一緒に3人で行かしてもらったことがあって、その時にどうやったら喋れるんや私もこっちもね、そんな毎回そんなんじゃないしね。いやでもめっちゃ勉強になることを教えていただいてなんて言うたら偉そうに、いやでもなんかね、口パクで全部入れて、なんかそれにリップシンクで踊りながらやってみたらとか言ってそう講演会とかもあったらね、なんかそういうやり方もあるよとかいやでもなんか本当なんかいろいろ、でも愛さんと一緒にご飯行ってたりとかすると、なんかそのなんていうんですか、こう繰り返しっていうか、今そこに出たワードをもう一回言わないと思んないとかあるじゃないですか。その乗ってこれを受けたことをね、受けたことを覚えとかなあかんみたいなそれはもちろんそりゃそうなんですけど、もう今絶対言わなあかん返しを間違って違う言い方してしまった時に、これあかんでって怒られる。ちょっと待って、やめてよ。なんかそれさ、そんな私別に師匠でもなんもないんで、そんなん言うの。それをそう言われて、うわーやめて、もう一回言わなあかんみたいな。そう。いやでもどっか常に面白いとこを見つけるんですよ。それで結構一緒にね、ショーパブ見に行ったりとかして、そういうところからもヒント、そうですね、見て、いろいろ本当いろんなとこ連れて行ってくださるんで、もなんか、いや多分ね、私ね、頭の中は。私このアバンギャルディっていう振り付けもそうですけど、バブリーダンスもそうですけど、人なんですけど、動かしてるのは、人じゃないような、このもう万華鏡のなんかこの一つパーツをこううまく組み合わせてるような、なんかそういう頭の中の考え方なのかなって思うぐらい、考えてることも面白いし、あと綺麗だし、見てて、なんかね、厳しい、すごい鬼のね、なんか鬼コーチって言われてたりするのは、そのパーツがハマってないからなのかなとか、鬼コーチの練習ももちろん私も受けてるんですよ、みんなで。もっと低い、下、ちゃんと見るすぐ動くみたいな、すごいもう怒鳴ってるしかないんですよ、その公演前は。こう接してると想像ができないですね。その後はでもね、すごいみんなと仲良く友達みたいに喋ってたりするんですけど、もうだからそういうなんか不思議な人やなって。だからこの本読んで、こんなとこから踊り始まって、こんな世界まで行って踊ってて、今、全部やりきったんじゃないかなって思ってるぐらいあるんだけど、どう？いや、やりきったとかは全然ないですけど、でも、なんか本当に一個一個これ絶対こんな風になりたいみたいなのっていうよりは、もう今目の前にあるものをやっていって、そう、今に至るというか、って感じなの。本当気づいたらこうなってたっていう
感じなんですよね。ただ一番いいやつだ。そう、自分が好きなことをとにかく突き詰めて、それだけダンスだけにもとにかく集中してやってきたっていうのはやっぱありますね。でもご本読んでるとすごいプロフェッショナルですよね。そうですよね。やっぱりなんか、考えてることも、もちろんこの集中してこの世に出そうっていうこういうことを作品を世に出そうやけど、それだけじゃないこともなんかいろいろ同時に動いてる。それってなんかダンスの動き方のような、こっちもしとかなあかんけど、同時にこれしとかないと広がりないっていう、だから全部ダンスがこの、身についてる感じするよね。でも本当好きなものをとにかく突き詰めて今があるっていうのは思うので。で、ちょっとね、もうすごいなって思うのがね、このアバンギャルディ、顔わかります？いや、顔はわからないです。でも集団ではわかりますよね。わかりますね。ね。はい。で、前にセンターで踊ってる人はよく目につくみたいな人とかちょっとわかりますよね。後の人は、こうわからないから、女の子たちのインスタ見たら、普通に、すごい有名なのに、海外に行って、ショッピングしてるやつ、私フォローしてるんですけど、普通に今日なんか食べてますっていうのも、普通にスターだけど顔ささないから、みんな楽しんでるんですよね。普通の女の子なんだよね。そうですね。はい。この方法はすごいいいなと思って。そう。だからあのスタイル、あの格好してなかったらもうバレないんで。そうだよね。わからない。だから逆に言うと、じゃあこっちのシンガポールでオファーが来ました。同時に、パリからもオファー来ました。アバンギャルにちょっと待って、一集団しかいないけどどうするっていうことも、こっちとこっち半分で、ね、ダンスする人も増やしたら両方できるってことないですか？ないですか、ちょっと。ねえ、いや、まあでも本当、そうですかね、まあ。すごいよなと思って。こんなオファーの数がね。これからアバンギャルディでやり遂げたいこととか、夢とか、あかねさんの中にはありますか？そうですね。まあやっぱりもう私たちまあそもそもは SNS をきっかけにいろんな人に知ってもらってアメリカズゴットタレントにも挑戦してっていうことだったんですけど、まあでも実際やっぱ生の作品っていうのをこうライブで体感してもらったらやっぱ全然その迫力とかも違うからやっぱダンスをね実際生で見てもらえる機会をもっともっと増やしたいなっていう思いもありますし、まあまたあと海外とかもっとチャレンジしていきたいなっていうのはあって、まあ今まあゴットタレント出てでまあいろいろね海外でもライブさせてもらったりとかもあるしイベントとかも、この前はイギリスにも行かせてもらって出演したりとかもあったんですけど、もっと世界は広いからもっともっと挑戦したいし、もう本当ねラスベガスとかのステージとかでもね、アバンギャルディーなパ絶フォーマ対行ンスがくんじゃない？もう実はちょっと待ってスケジュールしてるんじゃない？入ってるんじゃない？この振りはっていうぐらい。いやでもなんかそういうね、やっぱ、エンターテインメントのこう最高峰と呼ばれるような場所でも、ね、いつかねパフォーマンスできたらいいなっていうのは思ってますね。なんか今言ってたその形でねおかっぱで、だからもちろん卒業する子もいるんですよアバンギャルディって、はいあ、そうなんですか。でもいても今度またアバンギャルディ入りたいっていうダンス頑張ってる子もそこに入って一員にもなれるしっていうこの自由な集団で、でなんかあかねちゃんにこんな曲あるんよ、昭和のこんなんあるよって言ったら、あ、いいけど、もうちょっとパンチがあれですねって、こういうのがあった方がいいなとか言って、こだわりがあって曲を見つけるのに、なんかそういうので、その曲、選ばれた曲は、また新しい若い人たちにも知っていく、なんかすごいこうルーティン回っていくというか、そういう素晴らしい団体やなと思ってますよ。私も本当昭和大好きなんで、なんかその昭和の名曲とか今自分がこれをなんかこの曲を使ってダンスとして使うんだったらどうしようかなとか、いろいろこう考えてその昭和の名曲を今私のこうフィルターを通して知らん曲いっぱいでしょだって、はい、いっぱいまだまだあるので、それをもっと伝えていきたいなっていうのは思ってますね。まあ口に出したことは大体実現するわけですから。言霊やね。この本を読んで自分たちのなんかまあ夢とかに落とし込めることがたくさんあって、それはやっぱりなんか素朴なお金がそんな裕福じゃない、少女時代のねあかねちゃんがこんな世界まで行ったって本なのでぜひ皆さん読んでいただきたいと思います。はい。改めてじゃあご本の紹介を春菜愛ちゃんからしていただけますか。はい。あかねさんの著書
謎のおかっぱ集団、気づいたら世界で踊ってた。茜とアバンギャルディの物語は角川から、発売中です。またこれがもしかしてネットフリックスとか映画になってほしいと思いますけどね。はい、今日のゲスト、メインディッシュのゲストは、茜さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。